日暮卒最終話を振り返っていきましょう。はい、どうもこんにちは。アニメ見すぎて妻に逃げられた男、チャラです。今回はですね、日暮の泣く子に卒最終話の感想考察をやっていきたいと思います。右に書いてある項目の順番に進めていきますのでよろしくお願いします。それでは行きましょう。まずは一つ目、羽生最大の見せ場ということで、今回ね、エウアと羽生の対決がね、最後描かれたんですけど、鬼狩りの竜王がかけら世界へと召喚されるというね、すごいことが起きまして、羽生がね、散々言っていた奇跡というのは、このことだったんですね。羽生が初めからこうなることを予想していたのかはちょっと疑問というかわからないんですけど、でも、鬼狩りの竜王を存在をもともとね、もちろん本人がね、使われていたので把握していますし、あの剣があればエウアに太刀打ちできるというのは羽生は分かっていたと思いますので、この世界に召喚しようとしていたのは確定なのかなと。で、今回聡子と理香の対決の行く末で剣がね、投げ捨てられましたので、川にね。はい。そのことによって理香から羽生へと剣が渡ってエウアに使われたということになりました。エウアもこの展開に関しては予想していなかったのか非常に驚いていましたね。はい。こんだけね、楽しい展開にしてくれたということで褒美を取らせようということでね、エウアも発言していましたけど、羽生のね、鬼狩りの竜王抜刀からの記憶媒体のね、角に傷をつけてエウアを幼児化させるということで、幼児化されたエウアはすごく可愛かったですね。口ぶりもね、キャラクターも、そのままに幼児化してしまったということで、大人の姿だとちょっとね、憎たらしい感じだったんですけど、やっぱ子供の姿になると、それはそれで可愛らしい感じになりますよね。ああいう態度もね。はい。ということで、鬼狩りの竜王でエウアの記憶媒体に傷をつけ、幼児化させ、無事日暮の泣く子の世界からエウアは永遠にいなくなるということで、羽生対エウアの対決はこういう感じで描かれましたという感じですね。アニメが好きな方、チャンネル登録して一緒にいろんなアニメを楽しみましょう。2つ目、ひなみ沢四天王の意味。こちらはですね、オープニングで描かれていたケイイチ、レナ、ミヨン、シオンの4人ですね。意味ありげに描かれていまして、当時から話題になっていたんですけど、結局最終話全部終わった段階でね、なんか敵対することもなく、大きい見せ場もなかったじゃないかと思う方もいらっしゃると思うんですけど、そういうわけではないと思うんですね、自分は。でこちらはどういう意味であれ描かれていたのかなって考えてみたんですけど、自分的にはあの描かれ方というのは、聡子と理香から見た視点ということで、今回車の中でね、レナと、ケイチ、ミヨンと、それぞれ3人から親友に対しての考え方というのを、聡子と理香は聞きまして、最後手を繋いでね、ちっちゃい頃の姿に戻るっていう表現がされていたんですけど、すごく3人いい発言をしていましたよね。自分ももうおっさんなんでね、大人になって見てよくわかるんですけど、親友というね、存在がね、どういう存在なのかっていうのをすごく端的に表しているというか、わかりやすく表現してくれたのかなと思います。その点は、ね、聡子と理香はまだ幼いですので、あんだけ繰り返して、年数をね、繰り返していましたけど、繰り返し、何年繰り返して、何百年繰り返したところで、まだ理香と聡子は、大人になるっていう経験をしていませんので、子供のままだったんですね、精神は。それに対して、今回、四天王として描かれていた、特に、今回は3人だったんですけど、あの3人は、大学生になって離れ離れになるっていうね、経験もしていますので、その点で少し大人になっていたと、精神的に。親友に対する考え方ね、ずっと、一緒にいることが、親友という意味じゃないよと。離れ離れになっても、次会った時にね、
お互いが親友だと、信じ合うことが大事なんだよってことを表現していましたけど、ああいう表現を聞いて、リカとサトコは、この人たちにはやっぱかなわないなと。自分たちは魔女なんですけど、私たちから見て、やっぱこの人たちは非常に大きい存在だと。敵対表現とかじゃなくて、非常に精神的にも大人だし、自分たちにとって大事な人たちなんだなということで、超えられない存在というかね、そういう比喩表現が、ああいうオープニングの描かれ方になっていたんじゃないかなと自分は思います。いや、今回あの3人のね、発言を聞いてね、日暮らしの泣く頃にという、アニメというかね、この作品の、一番伝えたいことを、またね、表現してくれたということで、やっぱ信じる心が大事なんだよと。で、つながりはね、ちょっと離れたぐらいじゃ消えないんだよというのを表してくれたということで、やっぱ、日暮らしの泣く頃にという世界観は、こういうことなんだなということが、再認識できて、見ていてね、非常に嬉しかったですね。はい。ということで、ひなみざわ四天王の意味というのは、里子理香から見て、大事な存在、非常に大きい存在だという、そういうことの比喩表現だと自分は思いました。3つ目、里子と理香。はい。こちらはですね、今回また、殴り合いの、本音のぶつけ合いをしてね、お互い思っていることを全てぶつけ合ったということだったんですけど、里子と理香の関係性ということでね、お互い両親がいないということで、共依存の関係性ということでね、ずっと一緒にいて、これからもずっと一緒にいたいという気持ちは二人とも一緒だったと。ただ、そこにそれぞれのわがままというかね、思いが先走ってというか、貫き通した結果、ルチア学園でのすれ違いが発生したということでしたね。で、今回、川でのね、殴り合いの末、勉強に関しての発言がありましたよね。何年、里子は受験勉強をしたんだということで、理科からね、軽く問いがあった時にね、里子がね、理科が考えてる3倍以上の、ね、大きい数の3倍以上の受験勉強をしていたということで、100年 ×3 ということで300年以上は、里子は受験勉強を頑張っていたということで、この発言から、里子はやっぱね、1回目の受験でね、落ちてるんですよね、おそらく。合格発表のシーンで、意味深な描かれ方をしていたんですけど、やっぱりあのシーンね、一番最初は里子落ちていたんだと思いますね。ただ、やっぱ里子的には理科の夢を叶えてあげたいということで、あの後繰り返しを行って、何回もずっとね、勉強頑張って、もうほんと300年以上頑張ったんでしょ、里子が言うには。はい。ということで、頑張って、ルチア学園に受かって、やっと理科と一緒にルチア学園に進学できるってなってからのルチア学園編のね、理科の態度というかね、他の友人と一緒に過ごしてる姿を見て、里子は、こんなに頑張ったのに、なんでっていう思いがやっぱあったんでしょうね。今まで、里子のことね、なんでも、勉強しろよと。いろいろ発言っていうかみんなそう思ったと思うんですよね。自分もそう思ったんですよね。やっぱ里子が勉強すりゃ済む話じゃんっていう、思ったんですけど、今回の発言から、里子は本当にバカだったことが判明しまして、勉強に向いていないと、本当に勉強に向いていないから、もうどうしようもないということで、もう里子はね、もう悟ったんですよね。300年以上勉強して、それでも私はわからないと。もうそこまで来たら確かに、そんだけ頑張ったら、もう、里子のこと責められないですよね。理科のためを思って、友達のためを思って、そんだけ一生懸命勉強したっていう里子の、この一途な思いというのは、否定されるべきではありませんし、その辺は理科もね、納得というか理解はしていましたからね。そんだけあんた勉強してわかんないなら向いてないわよと。その通りですね。なんでこの辺は、ちゃんとね、お互い、自分の思いをすべて話せば、分かり合えたということでね。
綺麗に終わったんじゃないかなと自分は思います。はい。で、結局、最後、理科のことを見送っていましたので、まあ、里子はルチア学院には、進学はしなかったということになりましたね。まあ、ここは、理科も、自分のわがままを通すっていうのをね、まあ、しないということで、まあ、里子にとって勉強は苦にしかならないということで、お互い、里子のわがままも通さないし、理科のわがままも通さないということで、まあ、お互いこういう形で折れたっていうのがね、まあまあ、いい結論だったんじゃないかなと思います。新幹線の最後お別れのね、シーンで未審な発言があったんですけど、まあ、魔女同士のね、会話ということで、まあ、理科が逃げれば、里子は追うし、理科が逃げることをやめれば、里子は逃げていくと。まあ、なんか、お互い、なんかツンデレというかね、お互いがお互いを求めているってのはもう、分かり合っていますので、まあそういう発言をしてね、まあ次の何かの泣く頃にってことで発言をしていたので、まあ、これは海猫へと続く発言と見ていいんじゃないかなと思います。まあ、海猫の泣く頃にでね、ベルンカステルとラムダデルタという魔女になってね、お互いが海猫の泣く頃の世界でいろいろやり合っていましたので、まあずっとこういう関係は続いていくんだよっていう示唆がされたのかと思います。いや、でもあのシーン面白かったですよね。自分的にはやっぱミオンがね、面白くて、空気の読めなさというかね、その辺はずっとミオンはミオンのままなんだなってことで、まあ、ケイイチ、ミオン、レナのね、3人の関係性というのがすごく出ていて、面白いシーンだったなと。いやー、なんか、この3人を見てると安心しますよね。なんか、日暮らしの泣く頃にを象徴するシーンというかね。まあ、2人はもう魔女という存在になってしまったので、なんか、ちょっと、普通の人間とはね、違いますので、まあ、考え方もね、変わっていると思いますので、ちょっと、距離感があるのかなとは思うんですけど、あの3人に関してはね、まあそういうところはありませんので、まあずっとなんかああいう距離感の関係性でいてくれるのかなっていうのが見てて、ほっこりしました。で、ひなみ沢にね、戻って、まあ、鉄平がね、成長していましたよね、さらにね。もうスーパーの達人になっていてね、食材をね、安くなった食材を大量に買い込んで自慢していましたけど、いやーもうなんかこの鉄平の成長も今回見れてね、すごく嬉しいですよ。ひなみ沢の一員としてね、なんか、存在できているってのが嬉しいですよね。こうみんながみんなね、罪が許されていく世界というかね、なんかこう温かい世界になってすごくいいシーンでしたね。でも最後、シオンも合流して、ミオンとね、レナケイイチも合流して、まあ、みんなで鍋をつつくんでしょうね。すき焼きをね。まあ、そういうことで、なんかその鍋をつつくということで、まあそれも四天王なのかな。まあ、シオンの存在というのは、貞子のお姉ちゃんということでね、家族同然の、付き合いにこれからもなるんでしょう。まあ、こういう存在が、貞子にとってもすごく大事な存在になりますので、まあ、貞子はね、両親がいませんので、まあ、鉄平とね、シオンが家族同然の付き合いをしてくれるということで、まあ、そこは貞子にとってすごく大きな存在ということで描かれましたので、いいシーンでしたね、ここは。で、まあ最後、羽生がね、温かいひなみ沢の世界を見て、にっこり笑って終わると。とても綺麗に物語は終わったんじゃないかなと思います。駆け足だったような気もしますけどね。なんかいい世界だったなと思います。いや、まあなんか、葛西が描かれたりね、お墓参りのシーンで、大石とね、ミオンのお母さんとかね、おばあちゃんが描かれたりとか、いろいろ描かれていたんですけど、まあやっぱサトシがね、最後出てきてくれて、目覚めてくれたってのはすごく救いですよね。本当にサトシ描かれないんじゃないかってみんな思ってたと思うんですけど、最後の最後に目覚めてくれたので、はい、本当に良かったです。はい、ということで、日暮らしの泣く恋卒最終話の感想考察でした。
いやー、最終話ということでね、ちょっと長めになっちゃったんですけど、やっぱね、長年ね、日暮の泣く頃にとかね、まあ、その竜騎士さんの作品をね、見てきて、まあ、この世界観がすごい好きでね、新しく日暮の泣く頃にゴー卒とやってくれたことで、またね、昔の、なんだろう、ドキドキというか、なんか、これからどうなるのかわからないっていうね、その中で考察していく楽しみというのをね、また与えてくれたというのが、すごく嬉しくてね、毎週楽しみにしてて、まあ今回最終話ということで、すごく寂しいんですけど、まあでも、日暮の泣く頃の世界がね、こう、幸せな世界でね、終わってくれたということで、すごくほっとしたというかね、そういう気持ちもありますね。いや、本当にいいお話だったなとつくづく思いました。まあ、今後ね、日暮の泣く頃にがどう展開するのかどうかちょっとわかんないですけど、まあまたなんかね、日暮だったり海猫だったり、アニメがね、やってくれるんだったらまた自分は見て楽しみたいと思っています。まあ、またね、ちょっとまとめ動画とかも上げようかなと思っていますので、まあその時は一緒に見てくれると嬉しいです。はい、ということで、まあこんな感じで、他のアニメだったり、ランキングだったりね、いろいろアニメ関連の動画をこれからも上げていきますので、よろしかったらチャンネル登録、動画への高評価よろしくお願いします。また、日暮の泣く頃の感想だったり、今後何かね、やってほしいアニメとかありましたら、コメントにて記入をどんどんよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。